緊急回避。はよ逃げる。あ、大爆発しとる。皆さんこんにちは。こんにちは。どんな兵器でも作れちゃう謎のゲーム、カーバルスペースプログラム2。ロケット作るゲームや。ということで今日は、ロケットがロケット RPG7 を作りたーい。それ対戦車ロケットやん。めっちゃ有名だよね。多分カーバルスペースプログラムシリーズでも作ってる人はいないはず。絶対このゲームで作るものやない。というか昔パンツァーファウスト作った以来や。そう昔一応対戦車ロケットみたいなの作ったことあるからいけるはず。今回は見た目作って発射してうまくいけば何かの対象を破壊したい。いつも通りや。じゃあ作ってくよ。このゲーム大中小のサイズ規格あるんだけど、どの規格で作るか。筒からロケット弾飛び出す激ムズ構造になるし、とりあえず側は大サイズにしようかな。中身は中サイズか。と言っても特に難しい箇所はあんまりなくて、サイズ感合わせて伸ばしていくだけ。今ここなんだけど、長さは直径の約 6.6 倍。大サイズのこのパーツは直径 3.8 メートルあるから約25メートル伸ばす。待ってこれめちゃくちゃでかくなる。男の子なんて大きいの作っとけば喜ぶんだって。これ発射できんくて回収地獄来るで。はい、次はその後ろ、太くなってるところだね。ここは約 12.5 メートル。もう30メートル突破しとる。さらに3段目、ちょうど肩に当たる部分が一番太くなってる。長さは19メートル。新手のロケット作っとるんか。これをくっつける。10ポリ穴開いてるね。これトンネルやん。2段目の膨らみはフェアリングで作ります。先っちょはちょっと飛び出てる感じにまとめる。同じように3段目の膨らみもフェアリングで再現。もう一つでかい筒で作ったらあかんのか。これね、そうすると内部も段差できちゃうからスルッとロケット弾出にくくなっちゃう。そういうことか。あと、極力軽量化しないと重さで本体しなっちゃうから、さらに出にくくなる可能性高い。アホみたいに作っとるかと思いきやちゃんと考えとる東北人口。ずんちゃん美術と図工ごと4だったから。よーし、一番複雑そうな部分は完成。後ろ側4段目部分は16メートル、直径はほぼ同じ。最後、方針後方はラッパみたいに開いてるね。これはフェアリングで作るしかないな。3D プリンターみたいにサンプル画像を見ながら形作るだけ。サイズは直径の 5.3 倍、長さ19メートルあって、高さは12メートルくらいまで開いてるかな。なんか作るの難しそうに見えるけど慣れれば簡単。後ろの燃料タンクでサイズ合わせしとるんか。そう、立体物もイラストも縦横のサイズ感がめちゃ重要。はい、40分くらいでできちゃった。これ何メートルあるんや。じゃあ次はロケット弾作っちゃおっか。ゆるふわ軍事チャンネル。ロケット弾も作り方は今までとほとんど同じなんだけど、本当にちゃんと飛び出てくれるのかかなり疑問。でかいの作るからや。ここまで来たらもう後戻りできん。今まで作ってきた技術を応用してなんとか飛ばすしかない。ちなみに飛び出た弾頭部分だけで全長35メートルもある。どうしてこんな大きいサイズで作っちゃったのか。カーバルスペースプログラム2シリーズで初めて公開する東北ずんこ。ずんちゃん大きいの好きだからです。文字でかすぎや。難しいことは後々考える。とりあえず作って試せばなんとかなる。ちょっと先っちょの造形に手間取っちゃったけどできた。で、時間かけて作ったんだけど、よく考えたら弾頭の形状は一般的な RPG7 とは違うけん。言われてみればカプセルみたいな形状やったはず。また作り直し。ちゃんと調べんからや。できた。圧倒的簡単な形状でサクッとできる。で、RPG7 のロケットモーターは弾頭の根元についてるね。あ、ここについとるんか。これは飛び出した後に燃焼するもので、本体から打ち出す最初の加速用はさらに後ろ側にある。飛び出す燃焼と加速用の燃焼は別々になっとるということか。作ろうと思えば作れるけど構造が複雑になるから、今回はここの動力だけ使って運用します。RPG7 の弾頭はかなり長くて、胴体の半分くらいまであると、結構中まで入っとる。それで RPG7 を作りたかった大きな理由がここにあるんだよね。何？史上初、発射した後に飛び出す安定翼を作りたい。傘の骨みたいに開くんか。そう、さすがあかねちゃんわかりやすい。つまり、閉じた状態で発射して加速中に安定翼が開く可変翼構造を作る。いけるんか。頭の中でシミュレーションした結果はいけるはず。全く当てにならん。最大の問題は可動パーツが存在してなくて自作するしかない。
これまで作ったプロペラ構造を応用して何とかしてみる。で、これか。銀色の燃料タンクの穴を輪っかとして使って、その中に軸をつけた翼をつけるでしょ。こうすることで一応回転はできるはず。こういう動きや、開いた翼の回転を固定する方法として思いついたのがドッキングポート。これやと確かに止まる。でしょ？あとは、この翼を切り離してフリーにしないといけない。そこで思いついたのは翼を外部燃料タンクのように切り離す方法でフリーにする。飛ばす形で翼を動かすってことか。あとは空気抵抗で90度開いてドッキングポートが軸受け止めて固定する。やだ、ずんちゃん天才かもしれない。かなり複雑やけどできそうな気するで。先端で切り離して燃料タンク部分で軸を回転、下がドッキングポートで立ったところを固定。完璧。さてどうなるか。とりあえず弾頭は完成したからフィンが開くか試験試験。ちなみに全長84メートル、重量は84トンあります。これもう絶対 RPG7 やない。はい、滑走路来たで。よーし、いきなり爆発なし。自爆装置積んどるんか。バグだってバグ。今日のパイロット座席に座る視聴者さんはこちら。これ弾頭や。いつものガンダム視聴者さんと熱を感じたいって視聴者さん。夢、叶えられるといいね。絶対嫌な予感しかせん。スパチャありがとうございます。ありがとうございます。この可変翼構造が成功すれば F14 トムキャットも夢じゃない。地球上で誰一人やったことない挑戦が今始まる。なんか興奮して脇汗出てきちゃった。エンジン燃焼開始。やばいノールで。接続解除。発射。来た来た来た。発射成功。姿勢安定。上手に飛べてる。すごいスピードで取る。加速停止。安定力展開。あっ、どこ向いてんねん。どういうこと？頭の中で想定してた動きしてない。激突する。大爆発した。でも威力は十分。消えた。はい、やり直してます。多分に勢いよく加速しすぎちゃったからダメだった。次は推力 50% でゆっくり加速。すぐに展開する。確かに速すぎたのは一理ある。では行きます。発射。すぐに展開。あかん。こっちみんな。なんかおかしい。いつもおかしい。どういうこと？そもそも開いてないというか空気抵抗で押されて取れちゃってた。傘の骨みたいに開く感じとは全くちゃう。そして弾頭はバランスがめちゃくちゃ悪い。エンジン停止。なんか曲芸飛行みたいな動きしとる。前重心にしたのに後ろ重心になっちゃってる。しかもかなり後ろや。垂直に立っちゃった。激突する。わあ、眩しい。むちゃくちゃや。あれ？みんな見て、ちゃんと助かるように設計してるんだって。ずんちゃん賢い。嘘つけ。はい、今の課金視聴者さんや。原因は多分ここにある回転構造。多分軸がブレちゃってるからうまく起き上がれない。ギリギリまで狭めて絶対に横向いちゃったりしないようにする。これで本当にいけるのか。あとはオプションでパーツが接触しても壊れないように設定。カチカチやで。そうそう忘れるところだった。前を甘くしないとね。はい、3回目の試験や。条件は前と同じ。発射したらすぐに展開する。接続解除。発射。推力 50% で発射。安定力展開。あかん。なんか次は狭めすぎた感じする。というか開いてもおらん。想定してた以上に作るの難しい。パーツ同士どこに接触点あるのかもようわからんからな。弾頭はめっちゃ正常に飛べるようになったけど勝手によう入る。右行け右。勝手に左曲がりなっちゃうんだって。激突した。矢玉と組み立て塔当たっちゃった。何回ぶつけてんねん。壊れないよう設定したからめちゃカチカチ。さっさとエンジン止めれ。もうぶつかるところないしエンジン止めてあげるかな。どういう理由や。壊れない設定だと弾頭も壊れないから後からやる攻撃ミッションもできない。ということはこのオプション設定は使えんで。かなり有効な方法なんだけど使えないのが痛い。確かに壊れん。本当にダメなのかとりあえずもう1回だけやってみる。4回目の試験、今のところ全部安定よくモニトルで。発射。そしてすぐに展開。ここで傘みたいに開くか。あかん。あ
今ついてたよね。ちょっとリプレイ。確かについとるで。つまり構造はちゃんとできてる。そもそも上手に開かないというか、翼で風受けて変な方向に開いてるのが原因。開く方向を合わせるの難しいやろ。どうしても翼で作ったからロケット弾の向きによって斜め方向に開いちゃう。空気抵抗あるからな。とりあえず翼の厚み薄くして抵抗を受けなくしてみた。というか今思ったんだけど飛ばさなくてもここで開いてみればいいじゃん。先端の視聴者さん今まで意味なく付き合わされる。しかもゆっくり挙動も見れる。いくよー。やっぱり挙動おかしい。くっついたか？くっついてるくっついてる。下側だけやけどいけとる。ちょっと確認したけどこれダメだね。ドッキングポート丸いから翼斜めってついちゃってる。向きがおかしい。機体を安定させる翼が逆に悪影響を与えるってことになっちゃう。結論、この構造は多分無理。何やって。ということで最終案。開く構造無理だから閉じた状態と開いた状態の2機作って映像をつなぎ合わせるしかない。インチキ2本撮りや。両方の状態で飛べれば問題ないって。ということで今から安定よく開いた状態で飛ばす。これでかすぎや。発射台小さく見えるんだけど大丈夫かな？ミジンコみたいな視聴者さんいた。倒れとる。やばいやばいやばい。エンジン緊急点火。やりたい放題や。飛行試験してるだけなんだからいいんだって。そんなことよりすごい加速力。音速突破した。RPG-7 の最大速度は秒速295メートル。だいたい時速 1050km くらいだからすでに超えちゃってるけん。今どんだけや。秒速760メートル突破。2倍以上でとる。加速止まんない。先端熱でやられる。大丈夫。ズンちゃんの視聴者さんはそんなやわじゃない。大丈夫。ズンちゃんの視聴者さんはそんなやわじゃない。受けるんですけど、受け取る場合か。椅子が耐えれなかった。ちょっと熱やばい。現在の速度秒速 1400m、時速 5000km 突破。マッハ4やでマッハ4。これもう弾道ミサイルや。やばいやばいやばい。制御不能。ズンコが操縦しとる時点で制御不能や。次々に内部パーツ壊れてる。さすがにやばい。女神様みたいなズンちゃん、エンジン停止。時速 6000km、だいたいマッハ5でエンジン停止。でもこの速度でもかなり飛びやすかった。さすが瞬間的に鬼のように加速する対戦車ロケット。じゃあ落としてテスト終わろうかな。先っちょ曲げちゃった。爆弾頭発射。エンジンやエンジン、ただのロケットエンジン。本当かな？ロケット作るゲームにそんなのあってたまるか。大爆発した。安定よく開いた状態でもちゃんと飛べること分かったね。一応ちゃんと飛べる枠に入っとるらしいで。ゆるふわ軍事チャンネル。興奮して脇ゆかりちゃん状態なんだけど仕上げていこうかな。ゆかり、なんか言われとるで。まずこれを畳む。次に RPG-7 の筒に弾頭を収めないといけない。ここにデカプラーつけてロケットみたいに接続解除して発射する案が一番いいと思う。いくつか方法あるけど一番確実やしデカプラーのパワーで押し出せるからな。そう、まだ問題あって40メートルくらいありそうな筒を接触せず飛び出さないといけない。接触するとパーツ壊れちゃうからどうするか。筒と弾頭が接触しそうなところに膠着装置をつける。めちゃ滑りいいやつや。昔時速 1000km で滑走路滑ったことあるからね。そういった経験の積み重ねで RPG-7 が誕生しようとしてる。明らかにオーバースペックやろ。ここまで来たらあとは装飾。グリップ部分はもちろん翼パーツから作る。上側が寂しいから小銃も作ってバランス取ろうかな。これも全部翼パーツや。ゆっと曲げる。最後にそれっぽい塗装すれば完成。はい、こちらが出来上がったカーバルスペースプログラム通算 RPG-7。全長111メートル。どうなってんねん。ちなみに現実のものは弾頭も含めて 1.3 メートルとかそのくらいらしい。大したことねえな。無駄に偉そうに勝ち誇るな。制作時間は約4時間。じゃあ発射試験しちゃおっか。来た来た。やだすごいしなってる。ここんところの接続弱いんやろ。重量300トンかかってるからね。視聴者さんはいたいた。めっちゃ上下してて草。
ここまで動いてるのにぽっきりしないのが残念。これから一体どうなってしまうのか。準備は整った。発射行くよ。失敗しまくりの試験1回目。エンジン燃焼開始。発射。爆発した。しまった。熱虫設定入れるの忘れてた。だから爆発したんか。壊れたパーツと接触したのかもしれない。視聴者さんはギリ大丈夫。大丈夫な高さから落ちとらんやろ。はい、RPG7 なのかようわからん。発射試験2回目。次は忘れず熱虫設定に変更。連打すんな。支えるアームも2本に増強。じゃあ行くよ。エンジン燃焼開始。接続解除。エンジン燃焼開始。あれ？また爆発した。今回は熱が原因じゃない。別に問題がある。内部で接触か。そう考えるのが妥当だよね。ちょ再加速すんな。エンジン周り、コントロール系統は多分問題ない。弾頭滑っとる。フェアリングめちゃ滑りよくていい。浮き上がった。待って、どっちが下でどっちが上なのかわからん。ケーキ見れケーキ。左に90度傾いてる。ロール開始。回りすぎや。まずい、墜落する。街灯。激突した。真面目にやれ。やだ、こっそりグリッド機に入れたのバレちゃってる。その前に反省せんとあかんことあるやろ。全パーツ消滅。やかましいわ。はあ、面白かった。うち変な汗かいてきたわ。何それ、詳しく。というか、まともに発射できてないけん。条件調べとるんか。発射するタイミングだね。1回目は点火してからしばらくして発射。2回目は試しに点火と発射同時にしたけどやっぱり失敗してる。タイミングは関係ない感じか。とりあえずエンジン点火してから切り離してみる。エンジン点火。水力変更正常。接続解除。発射。4回目の試験発射。どこかぶつかっとる。いけたいけたいけた。水力変更間に合わない。爆発した。でも初めて発射成功や。点火した後に切り離し発射するってのが良さそう。めちゃ滑っとる。ツルツルでしょ。地上最高速チャレンジに使えそうな気するんだけど、どこまで耐えれるんだろう。エンジン点火。また再加速やめれ。爆発した。地面にエンジン接触しちゃった。先っちょも接触。視聴者さんおるところやろ。止まった。ニコニコすんな。息はある。じゃあ綺麗に発射して試験終わるよ。こっそり2回地面ぶつかって7回目の試験や。リアラジク発射。いきなり爆発した。どういうこと？ 2 回連続でスッと出てこれたのに、やっぱり引っかかっとるんやろ。発射した時の挙動が少しでも違うとぶつかっちゃうみたい。筒内ほとんどスペースないから偶然に期待するしかない。はい、その後なぜか発射に成功できない問題続発。なんかおかしい。いつもおかしい。どうしてさっき成功できたのかガチでわからん。確率とかそんな問題じゃない。はい、軽く20回くらいやってます。まともに発射できたのは3回しかない。その後全部失敗や。問題はいくつかあって、本体のブレだねブレ。この上下の動きや、指示アーム使えばいいんだけど見た目悪くなるから却下。まあそれは些細なこと。最もやばいのは重さで本体が歪んでた。これは引っかかる。軽く作ったのに歪んでるってどういうこと？だからでかく作りすぎや。仕方ないからそれぞれのパーツをストラットでガチガチに固定。本体と弾頭も固定することで切り離しまで空間を維持できるようにする。ガチガチに固定してきたで。本体の歪み出てない気する。確かにまっすぐなっとる。じゃあ行くよ。エンジン燃焼開始。すぐに発射するとダメ。水力マックスなってないからぶつかっちゃう。行きます。切り離し。85倍でかい RPG7 発射。来た来た来た。ずんずん来た。1時間ぶりくらいの発射成功来た。弾道安定。上手に飛べてる。そして加速力がやばい。小サイズで一番強力なエンジン6機ついとるからな。これまで作った機体の中で加速力は5本の指に入ると思う。そして分かったこととして直進性能がすごい。似せて作っただけなのにめちゃまっすぐ飛んでく。これが対戦車ロケットか。ほら安定してるでしょ。着弾。やっ
ぱり作ってみないとわからないというか想像できないことあるよね。ちょっとびっくりしちゃった。発射試験、原因も分かって成功や。じゃあ尺使っちゃったけど対戦車ロケットの威力見ちゃおっか。鉄人28号来た。ゆるふわ軍事チャンネル。28号、ゆるふー。113回目に登場した鉄人28号や、視聴者さんも乗ってます。ターゲットとして陸から約 38km 離れた島に設置したい。うっすら見えとるここや。そして RPG7 をこの滑走路から発射してぶち当てる。ずんちゃんまた興奮してきちゃった。興奮するタイミングが誰もわかっとらん。はい、カットして着陸行くよ。姿勢変更開始。確か作った時一発で着陸成功したで。そう、なぜか垂直着陸できちゃったんだよね。ということは余裕だって余裕。やばいやばいやばい。何やってんねん。もう何もできません。墜落した。激ムズなんだけど、独特の操縦というか飛行特性のくせに全く慣れてない。残り5メートル。着陸と同時にエンジン停止。エンジン停止？エンジン停止。いけた？立てとる。よーし、着陸成功。アップすんな。そして作った RPG7 を読み出す。うちの可愛い視聴者さんもみんな乗ってるね。ちょいよま。今から鉄人28号突っ込む。ファンサービスなんだからいいんだって。ちなみにコメントは第108回とか109回目にもらったやつ。スパチャありがとうございます。準備は整った。行くしかない。超大型 RPG7 エンジン燃焼開始。この異常っぷりに慣れとるのが怖い。接続解除。発射。無事に飛び出せるか。来た。やっぱり本体の歪みとかが原因だったらしい。ぶつかる。このまま加速していくよ。飛翔上げ開始。ギリギリのところでかわせた。設置位置とか適当だったけど偶然にいい高さだった。そして映像継ぎはぎして安定よく出たものにすると、スーパーインチキやインチキ。うまく展開できなかったんだから仕方ないって。よーし、このまま島に向けて進路変更。ここやここ。さらにマップ開いて島にあるずんだ28号にターゲット設定。絶対ポンコツや。SAS をターゲットに変更すると大雑把に誘導開始してくれる。さあ行くよ。みんなどうなるか予想してな。軍事に詳しい視聴者さんは説明いらないと思うけど、一般的な RPG7 の弾頭は成型策略弾になってる。質量と速度の運動エネルギーで戦車破壊するんじゃなくて、弾頭が爆発して内部で液体金属、メタルジェットを作って貫通させてる。戦車みたいに砲弾の速度とかやなくて、科学的な作用で貫通させとるってことやな。でもこのゲームではそんなの作れないから運動エネルギーだけで破壊だね。もちろん飛翔中こんなにずっと燃焼もしてない。来た。正面にずんだ28号見えた。当たるどこ狙ってんねん。わあ、眩しい。普通に外しとったやろ。だから早すぎて難しいんだって。そしてパーツ数多すぎて超絶 FPS 下がってる。キリトの当たらなくてよかったね。目つきアップすんな。はい、2回目やってます。また当たるまで繰り返さないとダメなのか。誰かさんも目つき鉄人28号なっとるで。いつもめちゃ時間かかってるんだよ。知ってる？知るか。当たってー。ちょっとした。欲しい。大爆発した。でも2回目で結構近づけた。やだ、鉄人28号吹っ飛んじゃってる。ようわからんけど爆発した。やったね。快感。というか近くぶつかっただけでもあれだけの破壊力あるんか。全長84メートル、重量の84トンあるからね。でもちょっと残っちゃった。悔しい。もうやらんでー。中途半端だと夢に出てきそうじゃん。次は完璧に破壊させたい。ずんこのおもちゃや。香水。いけ。いったー。これはひどい。ちょっとリプレイ見せて。いけ。これはひどい。真面目にやれ。視聴者さんから昔の低音スローボイスまたやってほしいってリクエストあった。楽しんでもらえたかな？なんやそれ。またリクエストあったらコメントしてください。じゃあいつもやってる28号視点からここから突っ込んでくるよー。一瞬やで。
直撃来た。めちゃいいところ当たっちゃった。ユーロファイター界で爆弾というか燃料タンク直撃させただけだと残ったけどバラバラ。これが運動エネルギーの差か。こういった差が出るのもなかなか興味深い。出た。おっと、そこにシアン広告軍の試作型モビルアーマー、アッサム登場。今まで作ったの全部ターゲットなる。実は胴体フェアリングで作られててかなり丈夫。スライムみたいなところや。まあ確かに誰かさん事故っても胴体は残っとった。でしょ？ RPG7 の直撃にも耐えられると思うんだよね。さっきの映像を見てそうは思わん。面倒だから弾頭だけ発射というかぶっちゃけ弾頭だけ再現すればよかったやん。またそんなへそ曲がりなこと言う。後からあかねちゃんの脇こちょこちょ1分コースだね。やめる。アッツァムめがけて旋回開始。ちなみに実物の RPG7 は誘導弾でもなければ進路変更もできなくて直進しかできない。うちらのモデルは完全にミサイルやミサイル。このくらいで曲がります。正面にアッツァム。それと飛翔中はタスカロール、ぐるぐる回転して直進性能を良くしてたはず。もちろん当てれなくなるから再現できない。来た来た来た。アッツァム視点。緊急回避。はよ逃げる。あっ、大爆発しとる。今のギリ当たってなかったよね。資金弾やけどどこか当たったんやろ。守護威力。頑丈な胴体も吹き飛んでる。やったね。いたいた。アッツァムに乗らされた視聴者さんや足にポン付けされた視聴者さん生還。おまけのアッツァム攻撃もできたし大満足。超巨大 RPG7 に耐えることができる機体は今後登場するのかお楽しみに。面白かったらチャンネル登録もしてってな。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。